で工賃なんですけれども、これはだいたい日本で作ると1000円くらいかなと。あれこうへんのこうへんのこうへんのとみんな夕方、で取りに来たその担当者がちょっとこんがりしてんねん。どうもじゃあ新工です。はいです。ほどです。僕たちは普段革の財布やバッグを作る職人をやっております。はい。でこれですよ。まあ今日なんですか。今日は何やそれ。何やそのまあみたいな。今日はこちらです。じゃじゃーん。こちらは何でございますか。こちらはコーチの品番が F13548 シグネチャートート。お、なるほど。ということで、これはスタッフさんがお姉さんからプレゼントされたものということで、ネットで新品のやつが売られてるのを見たら税込みで25,982円でした。あ、なるほど。お姉さんからプレゼントしていただいたものを、まあ今回の企画とはいえ暴いちゃったということで、もう 5年以上前なんで時効ということで許してもらいたいと。じゃあそれで元気はつらつということで、今日もね元気よく、勢いよくね龍が昇るがごとくね、やらせていただこうと思います。それではやっていきます。まあじゃあそのわけで職人目線でこのバッグの作り見ていきたいと思います。構成全体的にすごい綺麗ですね。ここちょろって波平さんになってるんですけど、これは多分普通に使ってて、中年で出たってだけだと思うんですけどね。まあそれは仕方ないでしょう。で他はですねハンドルのコバなんですけど、コバっていうのは断面ですね。はい。この断面を塗料コバっていうのを塗って処理するんですけど、普通に綺麗にはみ出さずに塗られているっていうことですね。っていうとこ綺麗さっていうのと、でステッチなんですけど、こういった黒いボディに白の糸を縫うっていうのは、なかなか勇気のいることなんですよ。というのも、白い糸で黒い生地に縫うと、こう歪んでたらすぐバレるんですよね。目立つというか。でもそれをした上で歪まず綺麗にまっすぐ綺麗なピッチ糸目の感覚で縫われています。この滑りはその滑りは事前に確認してるからしてるけど、この滑りって、見てみますか。ひょっとしてこれって、YKK さんじゃないですか。事前に確認しましたけど、なんだかんださ、いろいろ高級なファスナーいっぱいあるけど、いろんな国のいろいろ試したこともあるやんか我々も。YKK 一番良くない？ YKK 滑りいいし一番いい気がするな。一番いいよな。使い勝手がいい。使い勝手し潰れない。まずストラップね、一目だけ縫われてるんですけど、細かいところですが、これは手で綺麗に一個一個処理されているかなと思います。革職人から見てもクオリティの高いバッグでございました。じゃあこれまでに心身水量ということで原価計算の方に入らせていただきます。じゃあそのわけでですね、このバッグ1本作るのに必要な原価を出していこうと思います。で今回ですね関税や固定費その他諸経費は含まずに、あくまで心身水量ということで、材料と工賃からこのバッグ1つ作るのにいくらかかるかっていうのを推量していこうと思います。ではお願いいたします。今回このバッグはタグに中国産と書いてあったので、前回も使用させてもらった日本総研さんのデータをもとに、算出していきたいと思います。で葉弱計算は前回のユニクロの動画をご覧ください。じゃあやっていきます。まずこのメインの生地 PVC キャンバスなんですけど、これがだいたいメーター1280円ぐらいで、このバッグに必要なのは 21.3 センチだったので272円で、シャンタン内装にシャンタンという生地が使われているんですけど、こちらはメーター430円、必要な生地が 42.3 センチなので181円で、こちらハンドルなどに使用されている革なんですが、中国産ということで、これは知り合いの業者さんに聞いたところ1デシだいたい26円すると、このバッグに必要な革は 10.2 デシなのでかける26円で265円。今回なんですけど、この革っていうのは裁断してロス率っていう使えない部分が出てくるんで、ロス率は 50% で計算していってます。裁断なんですけど、革が15パーツあって1つ2円で30円
で生地が7パーツあって1裁断1円なので7円。生地の場合は重ねて裁断できるんで革より安くなります。外のファスナーが60円で、中にもファスナーが1つついてて10円で、キーホルダーが50円で、丸カンが2個あって10円 ×2 個で20円で、ハンドルの部分のカシメ、これ半丸のカシメなんですけれども、これが1個20円で4個で80円。普通のカシメが1個2円で、コーチンなんですけれども、これはだいたい日本で作ると1000円くらいかなと。なので中国は人件費が5分の1なので1000円 ×5 分の1で200円ということで、それらを足していくと1177円でした。じゃあそのわけで、今回結構パーツ多かったんですけども、以上が新進水量でございました。じゃあそのわけでですね、今回こんな感じにコーチのバッグを新進水量させていただきました。まあちょっと今話題になってるコーチのバッグでございますが、何が話題になってるんですか？今コーチね、TikTok でアメリカでちょっとバズってるんですよね。っていうのも、コーチのお店あるでしょ、売れ残った商品とか、そのコーチのバッグをそのまま破棄するんですよね。で破棄して、それにナイフスッて入れて、これ自然についた傷じゃないよね、なんでこんなことしてんのみたいなのが TikTok で拡散されて、ブランドの破棄に関してなんかこう燃えちゃってるっていう感じなんですよ。で、なんでそれナイフ入れて破棄すんのって言ったら、ただ破棄しただけやったら、そのゴミの回収業者さんとかがそれを転売するのを防ぐためにスッてナイフ入れて、普段こんな切れ方せえへんやろみたいな、お店でこんな傷のつき方しちゃったんで破棄しちゃいましたみたいな感じになってるんですけど、それがTikTok で撮られて、ゴミ漁る TikToker がいてるらしいんですけど、そんなんいけんの？で、コーチはリラブドプログラムっつって、なんか使った商品とか、そういうのをリサイクルしてリメイクする、リメイクするっていうのもサービスとしてやってるらしいです。修理とかもずっと長く使えるような取り組みもやってるようでございますよ。結構そのリメイクって言って簡単に捉えられてしまうかもしれないですけど、生地裁断して一本のバッグ作ったりするよりも、結構この元にあるのからそのリメイクして作るっていうのは結構手間がかかるというか、職人目線で言うと手間かかるし難しいよな。だってこのいろんな制約も出てくるんで、ステッチとかここで生地が切れてるからとか、でこのバッグ例えばリメイクしてって言われた時に、使える生地って決まってるんですよね。で決まっとって、さらにその多分コーチぐらいの時はこの萌えの取り方とかもあると思うから、それをキープしたまま限られた素材で、しかも失敗できひん状況で作るっていうのはかなり難しいんですよね。でもそういう風にやるっていうのは、職人目線から言って、すごい手間かかる、すごい覚悟を感じるような、そういうのをリメイクしてやるっていうのは、やっぱり修理とかリメイクとかも普通にゼロから作るより全然難しいんですよ。1本あたりの作る時間もだいぶかかったりするんですね。で物によっては、やっぱこれ綺麗ですけど、やっぱくたってるやつも全然あるんで、それを一旦クリアにしてからリメイクするんで、かなり難しいことをすげえなと思います。で僕らもなんかそういうところね見習って、やっていきたいなとも思うんですけど、今すぐできないっていう、とても難しいことなんで、でもすごいなっていうのがコーチさんで学びました。余談なんですけど、フランスって例えばなんですけど、ブランドいっぱいあるでしょ。あります。フォーブスの記事に調べたんですけど、年間ね800。ちょっと急ぐの分かるけど、今ちゃうね。ちょっと待ちますか。今ちゃうわ。フランスなんですけどね。ですよね。フランスの話、余談のところからいきますか。じゃあ余談なんですよね。フランスブランド多いでしょ。でアパレルブランドもあったり、ハイブランドもあったりで、それが年間830億円相当の破棄をしてたらしいんですよ。残念な破棄の仕方するんで、フランスが2019年ですね、売れ残った商品の破棄禁止されたらしいんですよ。じゃあどうするのってなるじゃないですか。でいろいろ調べたんですけど、今度 BBC の記事で調べたんですけどね、西アフリカの国々になんか対処しきれない量の古着来るらしいんですよ。だからその
ヨーロッパとかも、アメリカとかも、破棄じゃなくて、こう西アフリカの国々にザーって送るみたいな、でも送られてる方も処理しきれないらしくて、そのまま一部埋め立て地に直行してるらしいんですね。ちなみに新進工房なんですけれども、新進工房は受注生産という形をとっているんで、注文が入ってから作ってお客さんに発送するっていう形なんで破棄はない、結構サスティナブルな感じでやらせてもらってると。在庫作るほどの生産力がないっていう感じだけど残念ながらだからここの工房に在庫って実はないんで1個もないんですよ。撮影サンプルあるんですけど、これから年末でちょっと繁忙期になりますが、ちょっとね発送にちょっと遅れちゃうこと多々あるんですが、そうですね、その時は今頑張って作ってるんだなと思ってもらえると助かります。そうですね。多分これ下請けのバック職人あるあると思うんですけど、だいたい金曜の晩に担当者来るんですよね、材料持って、でこれまた月曜引き取りに来るのよろしくって言った時点で土日休むなってことやんか。そうやね。で土日休まずにこれあげろって言われて、一生懸命土日休まずに金曜の晩から泊まり込んでひどい時は作ったりするんですよ。で作って来る日に、しかも朝一来るかなと思ったら結構夕方とか来んねん。それもまたそんだけなんか土日もなんか働かすような感じで行くんだ。朝取りに行けって思うよな。で朝来る前提で用意するんでこっちも、で一生懸命作ってあげましたと。であれこうへんなこうへんなこうへんなと思いながら夕方で取りに来たその担当者がちょっとこんがりしてんねんちょっと日焼けしてると、ちょっとこんがりしてまんねん。ビーチにでも行ってたかのように、そういうのもあったな。めっちゃ焼けてるやん、海行ってんじゃん。絶対海行ってたやん。俺顔も洗わんと仕事した風呂行く時間もないから、例えばさ油取り紙みたいなちょっと顔さやったりするやんか。ウェット式のやつ、ウェット式のやつ、これもう代わりやっつってバーってやったけど、よう気づいたらあれちょっと顔洗うとやっぱ同じ効果得られへんねん、こすってるだけやから。下請け時代の話を思い出しました。それが発揮されててちょっと悲しいことですけども、なんかやっぱ利益の追求もしなあかんし、ブランドを守らないといけないとかし、多分すごい難しいところと思うんですけど、職人っていうだけの視点で見れば、そういうことも感じちゃいますよね。でということでございました。次回もねこういった感じで新進水量あくまで作る原価を出させていただいて、商品レビューも職人目線でさせていただきながらやらせていただこうと思っております。こんな感じにこのチャンネル見て面白いと思っていただいた皆様、こちらにチャンネルマーク今出てると思いますので、そちらクリックしていただいて、次の動画も見ていただくと嬉しいです。で我々新進工房のホームページもその上にありますので、まだよかったら商品も覗いていただけると嬉しいです。で我々新進工房ですね、今ちょっと職人さんも募集しております。もし興味のある方は、概要欄からリンク飛んで、メッセージいただけますとありがたいです。そんな感じでまた次回もよろしくお願いします。まだ見ていただけますと嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。Time's been bad. You put smile